こんにちは、つんです。絶賛無印良品週間中ですね。ということで、今回は我が家が長年リピしている愛用品の中から最近特に気に入っている日用品と食品をランキング形式で10個ご紹介したいと思います。使い勝手とかもね、正直にレビューするので、お買い物の参考になれば嬉しいです。第10位はこちら。メイクアップスポンジ40個入りで499円です。はじめはね、特にこだわりなく何気に買ったんですが、気づけばもう記憶にないほど何年も使い続けています。40個入りのね、大容量でワンコインっていうのは嬉しいですよね。ぶっちゃけでもコスパは100均の方が上かもしれないんですが、使い捨てのスポンジには珍しく日本製なんです。個人的には色がついていないのもお気に入りのポイントです。中には2種類の形が入っていて、薄めの三角形の方が7割ぐらい、ひし形が3割ぐらいっていう感じの比率で入っています。弾力はこのぐらい。少し柔らかめかもしれません。私は BB クリームを塗り広げた後に余分なクリームを取るのに使っています。すべての面を使ったらゴミ箱へ。使い捨てで衛生的。白だからね、汚れた面もわかりやすいっていうところもいいです。はい、第9位はコアラパンです。小腹が空いた時やおやつにちょうどいいので、無印に行くとついカゴに入れちゃうんですよね。コアラの形が可愛いです。卵を使っていないので、卵アレルギーの方にも人気があるみたいですね。断面はこんな感じ。柔らかくてほんのり甘くて素朴な味。味はカニパンにも近いかなと思います。牛乳によく合うやつです。しかし、どうしてコアラなんですかね。第8位はメープル材のお箸です。今まで使ってたのが傷んできたので、今回新調しました。ナチュラルで温かみのある雰囲気。角に丸みのある四角形です。新旧を比べてみたら結構色が変わっていましたね。21センチと23センチの2種類がありますが、どちらも790円です。リピートしてる理由は何と言っても食洗機対応だから。最近は少し増えてはきましたが、やっぱり天然木で食洗機対応のお箸って結構少ないんですよね。無印のは木目や色合いが好みなので、なくなってほしくないお気に入りです。第7位はアルカリ電解水クリーナー。いつの間にやらパッケージが変わりましたよね。以前は 350ml だったのが 450ml になりました。お値段据え置きなので実質値下げ、何でも高くなる昨今、これはありがたいです。容量が増えた分、ボトルも大きくなりました。界面活性剤不使用でペットや赤ちゃんにも安心。二度拭きいらずでレンジの庫内にも使えてしまう。レンジやグリル、IH 調理器、フローリングなどなど、アルカリ性などで油汚れとか皮脂汚れに最適です。うちはね、姫がいるので、普段の掃除はだいたいこれを使っています。ぶっちゃけこれもね、100均の方がお安いんですけど、ボトルの形状がスクエアで収納しやすい、そしてシンプルっていうところと、逆噴射トリガーで逆さまにしてもスプレーが使えるところが気に入ってリピートしています。今回詰め替え用も買うつもりだったんですけど、無印良品週間中だからなのか品切れていて買えませんでした。やっぱり人気なんですね。
はい、第6位は猫飼いの必須アイテム、衣類クリーナーです。つまりコロコロですね。ケースを逆にはめ込むと持ち手になって使い勝手も上々です。シートが斜めカットじゃないっていうところがちょっと残念なポイントではありますが、バッグの中でも邪魔にならないぐらいコンパクト。持ち手の上には穴も開いていてフックにかけられる仕様になっています。前に100均で似たようなタイプを使ってたんですけど、無印の方が断然使いやすかったです。ちなみに替えテープは2本25周で199円です。第5位はネイルケアオイルと甘皮ケアオイル。これね、甘皮ケアオイル残り少なかったのに買い忘れました。今までもこれ何度か紹介しているのですが、前に撮影した動画の姫が結構好評だったので、再びどうぞ。はい、まずはネイルケアオイルから。ご覧の植物性オイル配合で、無香料、無鉱物油、パラベン、アルコールもフリーです。使いやすいペン型容器。半透明で残量が見えるっていうところもいいですね。先端はコシのあるブラシになっています。ペンの後ろの方をくるくる回転させるとオイルが出てきます。ペンだとね、片手でさっと塗れてめちゃめちゃ便利なんですよね。瓶に入っているタイプみたいにうっかり倒すっていう心配もないし、収納しやすいっていうところもお気に入りです。一度使ったら手放せなくなりました。はい、続いて甘皮ケアオイル。こちらも750円。同じくくるくる回すとオイルが出てきます。こちらの方は先端が硬いチップになっていて、オイルをなじませながら甘皮をプッシュできます。本当にね、手軽に使えるので重宝しています。手洗いとアルコール消毒とかで爪の乾燥も気になっていたんですが、これのおかげで気軽にお手入れを続けられています。我が家にはね、姫様がいるので、使うタイミングは夜寝る直前ですかね。猫飼いの皆さんはどうされてますか？はい、第4位はのびのびボディネットです。これ大きい方は50センチで商品名通り本当によく伸びます。一回り小さい40センチの携帯用というのもあって、携帯用はケース付きです。大きさを比べるとこんな感じ。無印はね、ボディタオルの種類も結構豊富にあるのですが、綿パイルとかシルクコンパイルに比べると泡立ちが一番良かったです。小さい方もよく伸びて背中も洗いやすいです。今まで私は携帯用を家で使ってたんですが、傷んできたので買い替えました。多分1年弱ぐらいは使っていたかもしれません。で、携帯用の方は使い始めの時ちょっとね、肌がヒリヒリしたんですよね。だけど泡立ちがいいので泡立てて優しく洗っていました。こうやって新品と比べると劣化具合がわかりますね。で、今回この大きい50センチの方を買ってみたら、こっちの方が肌触りが優しかったです。たっぷりのネットでリッチな洗い心地。泡立ちももちろん申し分ないです。お値段がね、全く両方とも同じなので、お家で使うならやっぱり大きいサイズがおすすめですね。はい、第3位は麺にかける牛すじカレースープ。これは私というよりも夫がめちゃめちゃハマっていて、無印に行くたびにまとめて買ってきます。中辛ですが、辛いのが苦手な私も食べられる辛さ。実は前にあったカレーうどんっていう商品があって、それがすごくハードリピしてたんですけど、残念ながら廃盤になってしまったみたいで、
再販を待っていたらこの牛すじカレースープっていうのが登場していました。味は本枯節を使った和風だし仕様で、お蕎麦屋さんのカレーをちょっとスパイシーにしたような感じです。最近は牛すじカレーにもハマっているようです。はい、第2位はペーパーナプキン。これ一つでハンカチとティッシュ2役こなす優秀アイテム。これの登場はある意味革命で、私の日常のプチストレスをいくつも解決してくれました。ハンカチとティッシュを持ち歩くよりもコンパクト。このサイズ感が絶妙なんですよね。荷物が減る上に、さらに洗濯物も減って、濡れたハンカチを再びバッグに入れるっていうモヤモヤも解決しました。使い捨てで衛生的。1枚でしっかり手を拭くことができます。以前は100均のを使ってたんですが、無印は99円ということでわずかにお安いんですよね。しかも使ってみたら100均よりも丈夫でした。今は来客時もこれを使ってもらっています。タオルよりも気軽でゲストも多分安心して使ってもらえると思うんですよね。トイレとか洗面台に置いておいても邪魔にならないところもお気に入りです。はい、そして第1位はこちら。手作り鍋の素のビスク鍋です。発売当初から何度リピしたか覚えてないほど気に入って、毎年発売される冬の時期に買いだめています。エビとトマトの旨味がギュッと詰まったようなお味で、牛乳と合わせて煮込むタイプ。私は野菜がクタクタになるまで煮込むのが好きです。ちょっと強火にしすぎるとね、牛乳が分離するっていう注意点はあるんですけど、たとえ分離しても美味しいです。鍋なので何入れても OK だとは思うんですが、キャベツ、玉ねぎ、ブロッコリーとかじゃがいもとかしめじ、あとエビとか鮭とか鶏肉などがよく合います。締めはね、リゾットでも当然美味しいんですが、うちはパスタで締めることの方が多いです。表示時間の半分ぐらい固く茹でたパスタを入れて、水分を飛ばすように煮詰めると、パスタにしっかり味が染み込んで本当に美味しいんですよね。数年前から1人前ずつ作れるタイプも登場しました。あと、エビのビスク鍋っていうのも出てますよね。これもね、一回作ってみたんですが、ビスク鍋とよく似た味なんですけど、微妙にね、ちょっと違うような気もしました。うまく説明できなくてすいません。いずれにしてもそろそろ鍋の季節は終わりということで、ストックがなくなったので買い足そうと思っていたんですが、私が行った店舗ではビスク鍋はもう品切れていました。ちょっと残念。来年もまた絶対に買います。はい、今回の動画は以上です。あなたの無印のリピートアイテムも良ければコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。